時は戦国時代の元亀元年1570年9月、織田軍によって阿波に追いやられていた三好三人衆が再び畿内へ侵攻した知らせを受けた織田信長は、将軍足利義昭を擁立し、大義のもと摂津の国の野田城、福島城にこもる三人衆に猛攻を仕掛ける。鳴りやまぬ鉄砲攻撃に落城も時間の問題かと思われた頃、突如石山本願寺の権女が挙兵し、門徒衆が織田軍に攻めかけてきた。屈強な僧兵に苦戦を強いられる信長のもとに、越前、朝倉義景、近江、浅井長政の連合軍が京へ向かい進軍、織田領南近江の宇佐山城で森吉成隊と争っているとの知らせが入る。京都美濃を結ぶ重要拠点が落とされることを恐れた信長は、しぶしぶ三好三人衆討伐を諦め京に戻ることに。姉川の戦いの汚名を注ぐべく、いよいよ立ち上がった連合軍の総大将朝倉家当主朝倉義景。信長と義景は南近江の滋賀の地にて相まみえることとなる。ほんと面白かったですぞ。姉川での権六の慌てふためき叫ぶ声が、必殺技が出せぬ。どこを押せば奥義が発動するのじゃとか、意味不明な言葉を連発。秀吉、柴田勝家は織田家の武将。権六と呼ぶはけしからんぞ。いいのです。おいらのことを猿ってバカにするので、いない時くらい呼び捨てにしてやりまする。秀吉、誰がいないと。丹羽様、何をおたわむれを。権六は今頃今日で女子遊びで忙しいはず。では、そなたの後ろにおる者は。猿よ。誰が今日で女子遊びしとるだと。なんてな、わしじゃ。五六か、肝を冷やしたぞ。秀吉、そんなことより、浅井がやけに静かだと思わぬか。確かに、琵琶湖周辺の監視部隊が減ったようにも思えるが。殿が機内へ向かった方は、浅井にも入っておるであろうから。おとなしくなるのは不自然じゃ。緊急事態だ。佐助、いかがした？殿に何かあったか？信長は石山本願寺門徒の襲撃を受け防戦。それ以上に問題は南近江の宇佐山城だ。まさか、浅井長政が。浅井だけじゃない。越前の朝倉義景と合流し28000で、琵琶湖の西を南下。すでに宇佐山で森吉成隊と交戦。なんとか弾き返したが、劣勢には変わらん。宇佐山城には2000もいないはず。秀吉、急ぎ救援に向かうぞ。そうですな。急ぎ出発いたしまする。五六は沢山の磯野の監視と横山町の防衛を頼む。任せておけ。佐助は三河の徳川殿に会い、援軍の要請を頼む。わかったぜ。姉川の戦いで織田徳川連合軍に敗れた浅井朝倉連合軍でしたが、その2ヶ月後には朝倉家当主朝倉義景を総大将に、浅井軍も含め28000の大軍で琵琶湖西を南下し、京へ向け進軍をしていたのだ。この時信長率いる織田本隊は三好三人衆との戦いどころではなく、石山本願寺宗主権女率いる僧兵との交戦で手一杯な状況であった。義景様、各地で一向衆が立ち上がり、織田に攻めかかってるとのこと。その幼者の義景様、よもや酒を飲まれてはおるまいな。比叡山延暦寺の里坊から比叡にごりなる酒をいただいてのどれどのような味かのうと少し飲んで。もう今日を制圧した気でおられるのですか？織田軍、信長だけは侮ってはなりませぬ。長政殿、そう怒るな。明日は延暦寺の僧兵も挙兵する手はずを整えておいたで、まずは宇佐山城を落とし、そのまま山科へ抜け、強制圧へ突き進もうとよ。そこまで手配されているのでしたら安心しました。本当にアホ影様であったらどうしようかと。何か申したか？いや、それわしは明日の支度に入りますゆえ、この辺で。翌日、早朝より動き出した連合軍は部隊を二手に分け、浅井軍と延暦寺僧兵1万は街道突破を阻む織田の森吉成隊、信長の弟織田信春隊と激突。朝倉軍2万は宇佐山城に向かい攻城戦を仕掛けた。あれは織田の中心森吉成だな。
姉川でのお返しをさせていただくぞ。皆の者、攻めかけよ。数が多い。さすがに防ぎきれぬか。信春様は宇佐山に退却下され、吉成殿を置いて戻れぬは、兄者は必ず援軍に来る。それまで耐えるぞ。森吉成、織田信春は浅井軍の猛攻を必死に防ぐも多勢に無勢。西からの宋兵の強撃に遭い部隊は壊滅。信長様、息子たちを頼みまする。森吉成、織田信春は討ち死に。勢いに乗った浅井軍はそのまま朝倉軍に合流し宇佐山城攻めに入る。しかし主森吉成討ち死にの知らせを聞いた宇佐山城兵は弔い戦だと大いに奮起し、3万の大軍にわずか2000の兵で徹底抗戦し落城を免れる成果を上げた。吉影様、この城を無理に落とす必要はございませぬ。街道は開けたゆえ、急ぎ京へ向かいましょうぞ。そうであるな。城主のいない城なんぞ放っておくか。はよ酒も飲みたいし、城攻めはこの辺でよかろう。全軍山科へ向かうとするぞよ。朝倉浅井連合軍は宇佐山落城に時間がかかると判断し攻略を断念し山城の国へ向かい南へ進軍。連合軍が山城に入った頃、摂津の国で石山本願寺と交戦していた信長は朝倉浅井連合軍が京を目指し進軍する知らせを受け、剣女や三好三人衆との戦いをやめ急ぎ京へ向け撤退を始めていた。ふざけおって朝倉義景、一人では何もできぬ奴のことじゃ本願寺剣女との申し合わせであろう。であろうかと。京では明智軍が朝倉浅井との決戦に備え周辺の豪族をかき集めておりますが、いかんせん一向一揆が各地で勃発し、その対応に苦しんでもおる。信長、泣くなよ。サスケ、どうした？森吉成、討ち死に。織田信春、討ち死に。で、あるか。吉成。連合軍は山城の国まで進軍中。泣いてる暇があるなら少しでも先を急ぐぞ。皆の者、我に続け。坂本の戦いとも呼ばれる森吉成、織田信春防衛戦で激戦の末討ち死にしたとの知らせに、信長率いる織田本隊の進軍速度は倍増。道中の一向一揆衆を駆逐しながら40キロの道のりをわずか1日で走り京の本能寺に入った。信長が京の本能寺に入ったとのこと。何？大阪で剣女隊と争っておる最中ではないのか。これです。これが信長という男。情勢を瞬時に分析し、何をするが一番の策かを判断し、動くと決めたら、まさに天候石火。お見事。褒めてる場合ではございませぬ。長政殿、そう怒るな。しかし、すでに信長が京におるのではな。信長が戻る前に京を制圧するという我々の策は失敗に終わったも同然。何を言われます。こちらは28000の大軍。吉影様も出陣されておる今回は士気も高い。姉川のような結果にはなりませぬぞ。そちは信長の決戦をと。当然にございます。これだけの兵を動かし、織田中心まで撃っておりまする。信長が動かぬはずがありませぬ。決戦以外に残された選択肢はありましょうか。そうであるが。そうじゃ。ここは織田領じゃ。ここでの決戦は地理的に不利。ひとまず近江まで戻り決戦地を探ろうぞ。よもや臆されとか。何を言う。世は越前国知るぞ。朝廷にも幕府にも本願寺にも頼りにされる朝倉家同士と信長ごときに臆すなんぞあるわけ。わかりました。ここで言い合っても仕方なきこと。一旦近江の坂本まで戻りましょう。それがよい。あそこならすでに要害化された比叡山もあるし比叡にのりもあるしの。京の制圧を断念した朝倉浅井連合軍は一旦南近江の坂本まで部隊を戻し信長の動きを見ることに。一方の信長は本能寺で一泊すると翌日には4万の大軍を編成し連合軍を追いかけるように近江へ向け進軍。信長との決戦を避けたい朝倉義景は長政の意見を聞かず比叡山に入り籠城する策を取った。聖域である比叡山にこもられては攻め込めず
いたずらに時が過ぎるだけじゃ。光秀、何か策はあるか。そうでございますが、ここは比叡山の延暦寺に働きかけるのはどうでござろう。ブツブツどもとは交渉なぞしとうはないが、背に腹は変えられるか。では光秀、交渉役を頼む。は。書状はこれじゃ。これまでに取り上げた治療は返還する代わりに、織田の味方になるか中立でもよいで連合軍を追い出すかで交渉じゃ。もし従わぬ場合は比叡山であろうと焼き討ちいたすともな。比叡山を焼き討ちですか。今すぐにでも焼き討ちしてやりたいくらいじゃ。交渉してもらえるだけありがたいと思え。とわしが言っておったとも伝えてくれ。脅しをかけるわけですな。早速行ってまいります。信長は明智光秀に延暦寺説得へ向かわせるのと同時に、朝倉義景へは決戦を促す動きにも出る。長政よ、読んでみよ。信長から届いたふざけた挑戦状じゃ。義景、湯にも入れず、しらみ、ウジ虫と暮らしておろうの。弱虫義景にはお似合いぞ。このままでは日の元がなくなるその日まで、永遠とそちの悪評は語り継がれようぞ。それが嫌であらば、とっとと出てこいや。信長は、そのくらい決戦したくて仕方ないのです。拙者も同じくらい戦いとうござる。これ以上、延暦寺にも迷惑はかけられぬし、本格的な冬が来ると、補給路も心配になりまする。どこかで下山はしなければなりませぬ。そうよの、冬が来たら越前との連絡が途絶えてもしまうか。それはいかぬ、それはいかぬぞよ。かといって信長との決戦で勝てるかどうか。この策はどうであろう。撤退と称して琵琶湖を北上し、北近江から信長の居城岐阜町を一気に落とす動きを見せる。横山城には3000ほどの木下隊がいるが、数で圧倒できましょう。その方に急ぎ美濃へ向かう織田軍が沢山城を越えたところで待ち伏せして、磯の隊そして六角隊、一向州にも加勢いただき一気に叩く。それはならぬ。北上してきた織田隊がわしがいない越前に向かわれたら、それこそ帰るところがなくなってしまうではないか。長政様、くのいち、何か動きがあったか。近江、横山城の木下秀吉隊、丹羽長秀隊、三河の徳川家康隊が、南近江の一向一揆隊、六角隊を倒し、織田本隊に合流したわ。なんと、横山城には、秀吉や丹羽がいないということか。三河からの援軍も、すでにここに来ておる。おお、これこそ絶好の好機。磯野和正に、3000兵を援軍で与え、沢山で、織田軍の進軍を食い止める間に、美濃への街道を手に入れ、一気に岐阜町を落としてしまいましょうぞ。何度も言わせるが、越前一条谷を危険にさらすことはできぬ。織田にとってはやういぞ。うむぬ。比叡山でこれ以上籠城が厳しくなった連合軍であったが、数で勝る織田軍に向け迂闊に動けない状況も続いていた。一方、木下秀吉、丹羽長秀が南近江の街道を回復させたことで、織田軍の士気を上げることはできたものの、延暦寺からも朝倉義景からも返答は入らず、時だけが過ぎていった。家康、援軍大義じゃ。そして長秀、秀吉、起点を利かした行軍見事であった。ありがたきおことは、信長様、ご無沙汰。本田平八郎忠勝にござる。以後、お見知りおきを。おお、すごい迫力じゃな。姉川での活躍は聞いておるぞ。まさに家康には過ぎたる強者じゃ。信長様、朝倉義景と一騎打ちをさせてくだされ。忠勝、決戦ですら出てこぬのに、一騎打ちに大将が出てくるわけないであろう。下がっておれ。よいよい。しかし義景も義景なら、延暦寺のクソ坊主もわしをなめておる。何度書状を出しても返事をせぬでの。信長様、ここにいては埒が明きません。おいらに策がございます。おう、言うてみよ。まず部隊を二手に分け、六角山城が静かなうちに信長様率いる本隊3万馬、中山道を北東に進軍し、浅井の居城小谷城を一気に攻略します。浅井の主力は比叡山により、
そらく小谷城には無水の浅い久政隊2000程度かと。健常の小谷とて1日もあれば落城できましょうぞ。小谷が攻められると知った連合軍は急ぎ北上するか琵琶湖を渡るでしょうから、徳川様率いる滅亡隊2万は追いかけるように北上。朝倉軍が越前に帰るようなら朝倉を追わず予後あたりで浅井軍を織田本隊と衝撃で倒しまする。もし朝倉軍も小谷に向かうようなら別動隊はそのまま北上し越前を制圧下され、激戦しか残された道がなくなった連合軍は織田本隊が壊滅させて完了です。名付けて琵琶湖で鬼ごっこ大作戦。秀吉、先方名は微妙じゃが、なるほど面白い策じゃ。差し詰め半兵衛の受け売りであろう。そんなことはございませぬ。信長、またもや問題派生だ。今度は何じゃ。若狭の怒号、山形、阿波や、武藤らが朝倉に寝返り、若狭が再び朝倉家となった。伊勢の長島では、岩礁寺の門徒が一向一揆を起こし、長島城を攻略。その勢いのまま、尾張の小木城を襲撃。信長の弟、信興が討ち死に。なんと、信興までもが。摂津の三好三人衆も京に向け動き出し、まだこれ正隊が奮戦中だ。ね、あるか。鬼ごっこをしている場合ではありませぬな。是非もなし。光秀、おるか。ここに。急ぎ京へ行き、将軍義明を動かし、朝廷が仲介役として動いてもらうよう頼んでまいれ。この状況では、一刻も早い停戦が最善策でございますが、急ぎ行ってまいりまする。秀吉、良い策であったが、ここに至っては、京に戻り、体制を立て直すことを優先とする。わかりました。連合軍と同様、織田側も戦の長期化を避けたい状況となり、間もなく両軍に朝廷から仲介を促す使者が入ると、両軍ともに受け入れ、織田軍は陣を解き撤退。それを見届けた連合軍も下山し帰国。こうして3ヶ月にも及ぶ対峙となった滋賀の陣は、周辺での小競り合いこそあったものの、決戦に至ることはなく引き分けで終わった。信長は南近江の拠点は守ったものの、弟の信春、信興や家臣の森吉成を失う辛い結果となった。朝倉義景、浅井長政の連合軍にとっても、京の制圧どころか領土拡大もできず、信長からの恨みを増幅させただけの益のない結果に終わった。そして信長からの忠告を無視し、連合軍をかくまった比叡山の延暦寺は、翌年9月、織田軍による焼き討ちに遭い延暦寺は炎上。信長が死ぬまで再興が許されないこととなるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし、戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え、実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。